では追っかけの加工の方をしていきたいと思います。使う道具はですね、まず小カンナ、僕は 42mm かなと、幅の広いのみ、これも僕 42mm です。あと 9mm ののみと、12mm の切りですね。はい。あと縦引き、なければ普通の Z 層の縦横切れるやつでもいいんですが、縦引きのノコ、これぐらいがあれば作れるという感じです。ではですね、まず深さを大体半分よりちょっとぐらいにします。で、この頭の隅ですね、まずこれを切りたいと思います。でこれは墨払いですね。墨が消えるように切ります。はい。次にこれですね、この線を切っていきます。これぐらいですね。かすかに墨残すぐらいで切れ目を入れています。で次にここにこれ切るんですけど、この時に丸のこの深さフリーにします。で回しながらこうやって下げていくという感じで切ります。なのでこういうふうに合わせて、この時に注意してもらいたいのは、これ下げてきながらこういうふうにバックしたくなる時あると思うんです。こっち側まだノコ入ってないなみたいな、こっち側下げたいなって思う時あると思うんですけど、これやるとですね、漏れなくキックバックになります。バゴーンってなるので、後ろ向きには絶対下がらないでください。こっち側、後ろ方向への攻め方は基本的には深さで攻めていくっていう感じですね。このバックで攻めるっていうか、こう下げながら調整しちゃうとバゴーンってキックバック食らうので、後ろの方向に対しては深さで攻めていくと。で攻めてって、いいとこに行ったなと思ったらノコを前にずらしながら、でまた下げていって、でまた行きながらまた下げていって、であと次こっち側の先端見ながら、とりあえずこの辺でやめとこうかみたいな感じでやめるという感じですね。このかすかに墨残るぐらいにしています。で後でのみとこっち側はカンナで調整するし、こっち側はのみで調整するので、ちょっと残してるっていう感じですね。で次反対側も同じことをします。こっち側落としていくんですけど、僕こっち側見づらいんですよね。材料反対にしてやります。材料短いんで反対にしてますけど、いつも体反対側に回ってやってるって感じですね。でこれもさっきと同じようにここ深さフリーにして落としながら攻めていきます。なのでこっち側ですね、こっち側の方は深さで攻めるっていう感じですね。今こう回しながら微調整してます。こうやって下げながらちょっとこの場所も微調整しながら落としながらって感じですね。今こうやって下げていってここまで来たんですよ。なのでここは深さでこの点までは OK ですよと。ここですね。この牙のラインはこの下げていってここまで行きましたと。でそしたら今度、下げながら前に行きながらという感じになります。こういう感じですね。でここまで入れましたと。で次にこの斜めとここを切ります。ここを斜め切るときはこういう角度変えれる定規あると便利です。で深さ合わせます。で深さ、ここの深さとここの深さ違うので合わせるように気をつけてください。で斜めを切ります。これも基本墨半分です。墨半分残す感じで。でこれを切ります。ここの深さに合わせて、次はまっすぐですね。でここ
残った部分は叩けば取れます。こんな感じですね。まあ丸のこ左右でこれぐらい入ってるんで、まあ、こういうふうに取れてくるという感じで、105に関してはですね、針の場合はこういう取り方しないので、それはまた別でやりたいと思います。下木ですね。下木の時に説明します。とりあえずここまで来ましたと。で次これ切りたいと思います。ここですね。これも深さを合わせます。合わせて切ります。ここのこで切ります。まあこの線とこの線で見えないかな。これ線引きました。でここをのこで切ります。はい。で次にここですね。ここを仕上げていきます。まずこっち側の線とこっち側の線、若干墨からちょっと残っている部分、墨ギリギリですね。墨半分まで削っていきます。はい。で今ここですね。ここかすかに墨が残るぐらいに角ですねにしてあります。こっちもここかすかに墨が残るぐらいに削ってあります。なのでまず先にここですね。このラインとこの際のラインをまず墨通りにします。するとここが中が膨らんでるはずなんですね。なので中の出てる部分をこれから落としていくという感じです。ではい、こういうふうに差し金当てて、こことここですね。今このライン、この両サイドっていうのは墨半分ぐらいになっているので、墨半分になっているので、こう当てて中出っ張ってないかですね、確認します。でも本当にかすかに光が漏れるぐらい、若干中がくぼんでいるぐらいにします。まあ、カンナの時の仕込みと一緒です。こうやって見て光が漏れるぐらい。こうやって奥ですね。奥の方若干光が漏れるぐらい。まあ、少なくともこのガタガタですよね。出っ張ってるところがないようにしてください。はい、次にこのラインですね。このラインを仕上げていきます。でこれはのみで、仕上げていくしかないので、まあ、丸のこで大体いいところいっているので、これもまずこのラインですね。このライン墨半分になるぐらいまでのみで仕上げていきます。はい、いいですね。でこれでこっち側が墨半分ぐらいになりました。で反対側行ってこれも墨半分ぐらい。でこっち側も墨半分ですね。ギリギリかすかに墨が残っているぐらいまでにしました。なのでこことここですね。今仕上がってるんで、それ以外出っ張ってるところ、まあ、この丸のこの木が当たってるところとか
取っていきます。で、また出っ張ってるところを確認します。出てるところがないかですね。で、今も若干、ちょっとここが高いかなぐらいですね。あとは、中が少し、あれですね。こういうところ気をつけてください。こっち側隙間空いてるんですよ。で、当たってるのがここなんですよね、ここ。なので、なるべく際の方が、この辺りが高いっていうの結構見落としがちなんですよね。あくまでも今仕上げてるのここの角なんで、ここが高いっていうのは見逃さないように、こうやって当てていきながら、いいなっていうふうに、これで大丈夫だなって見えていても、よく見ると、ここが若干高いと。ここですね。この際のあたりが高いっていう。これ結構見落としがちなので気をつけてください。で、また確認してですね、際はいいかどうか、当たってるところがないかどうか。いいですね。はい。これで、ここも仕上がりました。次にここですね。この水を取りたいので、ここ、ノコを入れます。その前にここ、補助線を入れます。はい。まずここですね。こっち側を切ります。で、こういうふうに手で当てた方が、まっすぐ折れるというか。で、ここにドリルですね。で、切りで穴を開けます。まあ、半分半分ですね。で、残った部分をのみで取っていきます。で、これで9ミリののみですね。で、ここも、こっちの方ですね。こっち側は墨払いなので、墨なくなるように取ってあげます。ノコ引きしてあってドリルも入っているのですごい簡単に取れます。はい。あとここですね。これもこう出っ張ってないかですね。ここの中ですね。中で出っ張ってると厄介なので、こういうふうに中の方も当てて出っ張ってないか。あとここですね。ここ差し金が入るかどうか。ちょっとギリギリ入んないかなってぐらいなんで。その原因が内側なのか、この下の部分なのか。それもよく観察してですね。こうやって見たら、ここは大丈夫そうなので、上が当たってるのかなと。いうので、ちょっと。上を取ってあげます。で、差し金が、ギリギリ入るかどうか。いいですね。あとはここの胴付きの部分が、変に斜めになってないか、墨が残りすぎてないかを確認してください。いいですね。あと最後にですね、こ
これですね。先端のここだけ面を取ります。はい。こんな感じですね。上木の方は完成です。もう一度確認としては、ここね。ここ当てて、光が漏れるかどうか、ちゃんと出てるところがないかどうか確認する。ここもですね、出てるところがないのか確認する。あとここですね。この溝の中も出っ張ってるところがないか確認して、ここですね。あとここ、ギリギリ差し金が入るかどうかですね。もう差し金がもうちょっと無理して入るぐらいな感じです。あと、ここもちゃんと仕上がってるかどうかと、あとここですね。こっち側も変に出てるところがないのか確認して、あとは、ここを面取って完成という感じです。では次、下木の加工をしていきます。もしもですね、これが105じゃなくて180とか200とかの針だとすると、丸ノコが半分半分で丸ノコ下まで入らないんですよ。でそういう時どうするのかというのをですね、やってみたいと思います。でまずこっち側ですね。この前の方は、とりあえず丸ノコを入れて、あと切れないところは、縦引きの手のこで切ればとりあえずこっち側をどうにかなるんですよ。でこっち側は切れますと。で問題はこっちの根元側の方なんですよね。でこっち側の方は丸ノコで細かく切れ目を入れてパコンって取るというような形になります。はい、ということで、そこら辺をですねやってみたいと思います。でこっち側ですね。こっち側180とか大きいやつだとしても、とりあえずここ丸ノコは入れれるだけ入れた方がいいです。ということで、20ミリぐらいとりあえず入れたいと思います。こっち側も20ミリぐらい。で、次に滑り勾配を切ります。で、次にこれですね、切ります。で、あとここに細かくのこ目を入れていくんですが、ここ斜めになってるんで深さが変わってきます。で、今こっちが浅い方にセットしているので、まず半分ぐらいまでこの深さでいって、またちょっと深さ変えて、また半分切れ目を入れていくという感じでやります。ここ取れるだけ取ってますか。こんな感じで。丸ノコがここの辺までしか入ってなかったってことですね。丸ノコはここの辺とこの辺までしか入ってなくて、残ってた部分。で、残ってた部分はああいうふうに、切れ目を入れて、パンパンパンって取ってあげると、とりあえず、これぐらいは取れます。これぐらいは取れてくれるので、あとはここを伸びで取れますよという感じになります。では残り、最後ここ切りたいと思います。で、深さ合わせて、これですね、ここを切ります。ではまずここ、縦引きをして切ります。では次にここですね。ここまた同じように仕上げていきます。
かんなでまず、左右端ですねを仕上げます。まずこっち側ギリギリ削って次反対側もですね。はい。あと残った高い部分も取ります。はい、OK ですね。で次これのみで取るしかないのでのみで取っていきます。まず先に際ですね。際丸のこのところ。これ大きい針だった時とかは、もしもですね、深くて届かない場合はこういう突きのみですね。これでもまだ短い方ですけど、こういう突きのみを使ってここですね、こうやって仕上げたりとかもします。あとは際カンナとか、ちっちゃいカンナあるのでそういうのを使ったりもします。でここも出てるところがないか確認をしてください。はい、いいですね。でここ線を引きます。で、ここに切りを入れます。半分ずつですね。で、伸びて残りを取ります。これで下着の方も完成です。では組み立てたいと思います。こっちが下着でこっちが上着です。でなんか口悪いな。であとここまで入れたらですね、当て木当ててこんな感じですね。まずここあれですね、墨払いで隙間空いてるっていうのが大事です。これうまくいかなかった時とかによくあるのが、ここが当たってるってパターンですよね。ここが当たってて入らないって言っていろいろ調整してて結局ここが長かったみたいなことってやっぱあるんですよね。なのでここ墨払い
ちゃんとしてるっていうのを、気をつけてください。あとはそうですね、まあこんな感じですね。はい。まあ大事なのはここですね。この胴付き、ここはちゃんとくっついてますっていうところが一番重要です。でこれ緩かったらこれもっとこう斜めにガツンってなっちゃったりとかするんですけど、まあ、これ以上入らないようになっているので、まあ、とりあえずこれでいいかなという感じです。ということで追っかけ継ぎの墨付けと刻みの方をやってみました。で僕はこの継ぎ手が大好きで、もう基本的に継ぎ手は全部この追っかけを使います。鎌継ぎとかを作るぐらいだったら全然こっちの方が僕としては楽です。ほぼ丸ノコで作れる。好みいらないし、なんかゴリゴリ穴も掘らなくていいし、すごいパパッとできるのでこっちの方が好き。あとですね、仮組みができるっていうのもすごいいいポイントで、僕はこの追っかけ継ぎを全部墨付けの前にこの継ぎ手の部分だけ作って全部バーッと仮組みして、で仮組みした状態で7メーターの材料として墨付けをして終わったらバラすということをしています。でまたより長い部分があったら継いで墨付けしてというふうにやります。するとまあミスがないし、精度も高いというふうに考えているので、まあそういうふうにやっています。あとですね、今回これは、追っかけ継ぎになります。でこれに木線ですね、木線をここに入れるとですね、追っかけ大線継ぎというより強い、継ぎ手になります。でそれはですね、単純にここに穴開けて、コミ線を突っ込むというだけの話です。場所はですね、もうこの150のところの真ん中、あとこの上下の真ん中、でこっち側も同じですね、150の真ん中と上下の真ん中、こっち側2本ずつ、1本ずつ穴を開けて入れます。それも僕は完成してから、穴を開けるようにしています。僕はどうせ仮組みするのでそっちの方が間違いがないというか、もしもコミ線のところで若干変にずれていて、コミ線が悪さしてなんかこれが開くとか縮むとかなんかそんなことになっても嫌だしとかって思っちゃうので、全部仮込みしてよしこれでバッチリだねってなってから、ここに 18mm の奈良の丸棒を突っ込みますよって言ったら、またここに 18mm の切りでズコッと穴を開けてそこに丸棒を突っ込むということをします。できれば丸棒はそのドリルよりもちょっと大きいのあればですね、それを選ぶようにはしています。その丸棒、コミ線開ける時の注意としては、半分で開けないっていうところですね。土台とかボルトの穴とかだったら半分ずつ穴開けてっていうことをやると思うんですけど、それだと真ん中に若干でもずれたら変な隙間が出ちゃうじゃないですか。それが弱くなってしまうというか、それが無駄なスペースになってしまうので、これはもう多少ずれてもいいからもうまっすぐ狙って片方からズコンと、まあ、反対側当て木してですね、片側からまっすぐ一直線にバーンと穴を開けてそこに木線を突っ込むということをします。はい、ということであとこの長さの問題ですね。墨付きのところでお話もしてるんですが、この長さは基本的にこの正ですね、この厚みの3倍から 3.5 倍ぐらいっていうふうに言われています。まあ約3倍ですね。なのでこれは100の材料なので150、150というふうになって300。まあ100の3倍で300というふうになっています。これがもしも200の、厚みですね。ここの針の正が200のものを使うとしたら、3倍で600ですよと。なのでこっち側で300、こっち側で300のものを使います。でその時は、差し金届きませんよね。差し金届かないので、まあ両サイドに印、芯から 15mm、芯から 15mm の線を書いて、まっすぐな、まあ、1メーターの直上機ありますよね。ああいうのでピッと線を引いてあげるというような感じでやっています。ということで、補足も含め以上、追っかけ継ぎの方をやらせていただきました。何かの参考になれば幸いです。ではありがとうございました。